セロナ旅。ガウディさんってこういうのがお好きなんですね。世界で一番スリが多いらしいんです。世界遺産に登録されています。バルセロナ。歩いてたらこういうね、バルセロナのビーチでございます。シャボン玉を操っています。草が生えてます。二日酔いも治りそうだ。生ハムのとりあえずいただいていこうと思います。美味しそう。でも美味しそう。1個って普通釣られるのが怖いですが、くぐってる。大丈夫だ。ここを見ると分かりますよ。心の浄化タイムでございます。サバ呼ぶのあの人の鳩なのこれ全部。レートで決まっちゃうんだけど、なんか隣にいるんだけど。Tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. 皆さんおはようございます。今現在私はね、ハンガリーの首都ブダペストにいます。これからね、ここのハンガリーからスペインに行くという感じになるんですが、今現在の時刻、3時半です。リフトフィレンツェ空港はね、そこそこ大きいけど分かりやすいみたいな感じですね。こんにちは。空港着きました。バルセロナ、スペイン入国でございます。で、今の時刻がね、9時50分です。で、今回はね、1週間ぐらいバルセロナの方に滞在するんですね。で、運よくね、旅先で知り合った方の家に泊まらせていただくことになったので、今回ね、宿代っていうのはかからないです。で、今いるね、スペインについてね、軽く、基本的な情報を皆さんに紹介します。はい、スペインはですね、ヨーロッパの南西部に位置する国でして、イベリア半島の 80% を占める国です。で、周辺をフランス、アンドラ、ポルトガル、イギリス領ジブラルタルと国境を接している国になります。で、スペインはね、世界で3番目に世界遺産が多い国としても知られてるみたいです。で、スペインのね、総面積は50万6000平方キロメートルで、日本の約 1.3 倍みたいです。で、人口が約4869万人。最近いた国の中ではもうダントツ、はい、とても人気都市になっているな、人気な国だなっていうのが分かりますね。はい、で、首都がね、マドリードっていうところで、マドリードの人口はね、約325万人いるみたいで、経済とか政治とか、文化の中心地として知られている首都になっています。で、ここのね、バルセロナは人口が約548万人みたいです。で、言語なんですが、スペイン語の他に自治州によってバスク語、カタルーニャ語、ガリシア語、バレンシア語、アラン語がそれぞれ公用語として認められているみたいです。で、宗教に関してなんですが、宗教は憲法で信仰の自由が保障されているんですね。調べてみたところ、カトリック教徒が約 68%、無宗教の方が約 30%、その他のね、プロテスタントとかイスラム教の方、ユダヤ教の方とかが約 2% いるみたいです。スペインはね、世界一のオリーブオイル生産国らしいです。はい、オリーブオイル大好きだからね、ちょっとね、物価調査の時にね、オリーブオイルの価格とかもね、含めて見てみたいなと思います。安いのかね。で、通貨はスペインはユーロを使っています。今現在2025年の2月下旬現在で、1ユーロあたり158円でした。なんですが、私がね、先日本当に2ヶ月前ぐらいバルカン半島とかにいた時は163円とかそのぐらいあったんで、この動画ではね、1ユーロ160円っていう計算で、物価紹介とかね、価格紹介していきたいと思います。で、スペインと日本の、時差はスペインの方が8時間遅れてるっていうような感じで、日本からマイナス8時間というような感じです。スペインといえば皆さん何を思い浮かべるでしょうか。そうです、フラメンコとか、闘牛だとかパエリアだとか、そういったものをね、この1週間で私はね、堪能していきたいと思います。バルセロナについての説明はね、向こうのね、市内の方に着いたらしようと思うので、とりあえずね、スペインの基本情報はこのような感じでした。はい、という感じでね、今からね、ここのスペインの私バルセロナの空港にいるので、ここからね、市内に、向かっていきたいと思います。それではスペインバルセロナ旅スタートです。で、今私がいるスペインのバルセロナはね、世界で一番スリが多いらしいんです。なんかパリとかそっち系の方が多いみたいなイメージだったんだけど、本当にね、今回ね、携帯私も取られないように頑張りたいと思います。はい、なんかこういうゾーンもいますよ。はい、空港内にもね、こういう感じで ATM 設置されてあるんですが、私ね、現金でユーロ持ってるっていうのもあるし、大体もうスペインはキャッシュレスでいけると思うので、今回ね、キャッシングはとりあえずしません。はい、で、空港から
中心地に行くには空港のシャトルバス、エアロバスっていうのもあります。1回の乗車ね、片道 6.75 ユーロぐらい、30分で着くみたいなんですね。なんですが公共バスとかで行けば日本円で410円ぐらいで40分っていうような感じで結構安く行けるみたいなんですよ。なんで、今回ね、普通に在来線で私メトロで行きたいと思います。メトロもね同じように、1回券の値段が 2.55 ユーロみたいなんですが、10回券っていうのも売ってるらしくて、10回券が 12.15 ユーロなんですね。 12.15 ユーロだったら多分4回ぐらい乗ればお得になるかなっていうような感じなんで、2100円ぐらいで10回乗れるなら絶対そっち買った方がいいと思うんで、今回ねそっちのなんか 10回券みたいなやつを買いたいと思います。すごい、空港直結のこういうターミナルは結構歩く。ありましたありました。ここがなんかホームかなんかになるんでしょうか。これですね。なんか券売機でなんかピコピコみんなやってます。すごい並んでる。なんかこういう感じでやってくれる人もいるみたい。ちらほら結構お助けスタッフみたいなのがいて、今ね10回券ゲットしました。で10回券ちょっとね値上がりしててね 13.55 ユーロでした。っていうような感じで今からね、地下鉄メトロかなんかに乗って、中心地の方に向かいたいと思います。家族でこのカードをねみんなで使ってる人もいましたね。タッチで行けました。こっちの電車はね自動開閉式じゃないみたいで、新型はね、なんかボタン式で、旧型車両はなんかドアノブをなんか左に回すみたいな感じで書いてありましたね。車内こんな感じで結構混んでます。なんか座るスペースとかもあるんですが、意外と座れない。で窓付近なんかは結構スリが危ないらしいんで、こうやってねなんか携帯自体すると折り際にスッと持ってかれたりっていうことがあるみたいなので、そこだけね、注意してくださいな。注意してください。乗り換えせずに1回で着きましたね。とりあえずね、今からホストさんの家に向かいたいと思います。今現在ね、私バルセロナの有名なね観光名所に来ているんですね。でさっきさ私泊めてもらってるその知り合いの人になんとねバイクでねその観光名所まで連れてきてもらったのですごいね心がポッカポカでございます。バルセロナってどういうところなのかっていう説明をしたいと思います。まずね、バルセロナはスペインのカタルーニャ州に位置する国際的な都市で、文化とか芸術とか、歴史が豊かで観光名所としてねとても人気なところになっています。でここのバルセロナっていう名前になった由来について私調べてみたんですが、古代ローマ時代に遡るんですね。バルセロナは紀元前1世紀にローマ人によって設立されたバルケロナっていうラテン語で、小さなバルカっていうのを意味する名前から、派生してるみたいです。気候に関しては結構スペインも大きいので場所によってね全然気候が変わってくるみたいなんですが、ここのバルセロナは先ほどもお伝えしたように地中海性気候です。温暖な冬とあと乾燥した夏っていうのが特徴で、年間を通してね結構ね晴れの日が多いみたいなのなんだけど、今日ね曇ってます。明日明後日雨予報なんですよ。年間を通してすごい晴れてるはずなのに、私の滞在1週間ずっと曇り雨でございます。で、ここのねバルセロナ、有名なね、建造物たくさんあるんですが、ガウディという方を皆さんご存知でしょうか。アントニ・ガウディっていうね、有名な建築家がいまして、サグラダ・ファミリアとかあとグエル公園などのモダニズムな、建築がとても有名になっているんですね。そのねガウディの建築の建物をね今回ねたくさん見ていこうと思います。で、私ね個人的にね面白いなと思ったこと、なんとねスペインの国歌で世界で珍しくね歌詞がないんだって。多様な地域文化を反映するためにそうなったらしい。そう歌詞がないのはそういうのを意味してるらしいです。で結構ねバルセロナ観光忘れがちなのが、夏なんかにはたくさんの観光客が押し寄せる人気なビーチなんかも存在するんです。そっちの方も観光してみたいなと思います。で、私の豆知識いきます。スペインは、マヨネーズの発祥地です。
私が今いるのはグエル公園っていうね有名な観光名所になってます。でここもねガウディ建築が見れる有名な観光名所でして、今回ねここのチケット予約してます。多分ね2024年までは入場料10ユーロだったんだと思うんだけど、2025年1月今年からね18ユーロに値上げしてました。概要欄に一応申し込みフォームみたいなの貼っときます、公式の。そこから予約してます。で入場時間1時なんだけど、今12時半でちょっと時間あるので、ガウディってどんな人なのかっていうのをみんなに説明していきます。ガウディの建築様式って結構特殊で、自然の形にインスピレーションを得た有機的なスタイルと鮮やかな色彩を用いた独創的な建造物を数多く輩出しているみたいです。そうだからねガウディ建築っていろんなねなんかよくわかんない木とかお花とかそういうのが多いらしい。でガウディはね1926年の6月7日にミサへ向かう途中で路面電車にはねられちゃったんだって。その後3日後に73歳で亡くなったみたいです。はいはい、今ねグエル公園に入場しました。13時の券だったんだけど、今ね12時37分だけど、なんかこれ見せたらね一瞬で入れましたね。はい、結構なんか特にないです。お、なんかすごいただの公園ですよ。トイレはね多分2個ぐらいあるっていうのを情報で見ましたね。はい、今入ったんだけどね、こういう感じでね名称があるみたいです。ここのアプリをダウンロードすればなんかこれに沿っていけますよみたいな感じなんだと思います。すごい。何これ。あららららら、なんかほらああいう感じでなんか鳥の鳴き声とか聞こえるんだけど、これは自然の本当のものですよね。そう、ここのねグエル公園は別荘地帯を作ろうとしたんだって。ここの別荘地帯ね、もともとは13軒ぐらいの別荘を建てる予定だったんだけど、未完成でね1軒で終わっちゃったらしい。でなんで未完成だったかっていうと、ここのね公園地帯って中心部の方から結構離れてて上り坂なんだって。だからここのね住む人たちが通いにくいっていうので1個だけで終わっちゃったらしいの。あと今予算とかの関係もあったみたいだけどね。でグエルがね亡くなった後に息子さんがねここを売ったんだって。そっから市内公園として、使われてるみたいです。はい。であらすごい曇ってる。はい、ここねなんか一応ね日本語訳で訳すとね中間高架橋っていうらしい。そう読みますね。はい、自然と機能性を融合させた高架橋は自然の洞窟をねこれイメージしてるみたい。そう洞窟なんだね、自然の洞窟。このような感じで木の幹みたいな、なんかすごい不思議な感じ。なんかこういうパイナップルの木とかありますよね。はい、なるほど。なんか一応多分写真スポットみたいになってんのかな。ガウディさんってこういうのがお好きなんですね。あらららら、みんなほらほらここで写真撮って、ほら多分自然をイメージした柱です。これ全部ただの柱って感じじゃないもんね。本当にちゃんと柱っていうような感じ。木の幹みたいな感じ。ほら木の幹ですって感じがしますよね。はい、おそらくここの道を登っていくと上に行けるんでしょうね。ほらほらすごいやっぱり木をイメージしてる。本当にヤシの木みたいな岩。これ木じゃないんだよ、岩なんだよ。ほら硬い岩なんです。はい、ガウディ建築ってこういう感じらしい。自然からインスピレーションを受けた建築様式っていうのがでもすごいな。なんだこれ見て、ほらなんかよくわかんないこの南国みたいな葉っぱからこのような感じで絶景が見えてます。皆さんなんかやっぱこういう感じで写真スポットになってるみたいです。はい、このような感じ、なんかすごいなんか注目を浴びてます。はい、こんな感じでさ、今となってはこういう観光名所人気なところになってますが、はい、これがねガウディ建築の有名なはい、パークみたいですよ。私も今ねここでね想像力をすごいね開花させてんの。これは木かな、これは何の植物だろう、何をイメージして作ったんだろうって想像しながら見ると面白いですね、本当にね。はい、っていう感じで変な目で見られるのももう慣れてきたのでいろいろね、向こうの方歩いて散策してみたいと思います。はいはい、今ね歩いてたらね別荘出てきました。別荘、はい、これです。特にね詳しい情報とかはないんですが、これがね公園内にある、別荘みたいです。なんかね緑がすごい可愛い。白と緑とあとなんかブラウンの屋根みたいな感じでね、なんかお菓子の家みたいで可愛い。中には入れないし情報もそんなにないんですが、はい、こういったものも残ってますよっていう感じ。歌ってますね今。Tu siempre me respondes, quizás, quizás,
quizás yo si pasan los días 分かった。GPS 機能でこのアプリ使えないのね。だからこのアプリで名称を確認して Google マップの位置情報と照らし合わせながら今自分どこにいるのかな、ここの名称なんだろうっていうような感じで回っていくのがいいかなと思う。なんか結構ね併合して使ってた方が見やすいなっていうイメージです。さっきこういうのに見立てたんだろうなっていうような石造りの柱がね結構あったんですが、このような感じでねリアルヤシの木もありました。はい、ここはねガウディ博物館って言われてるところです。一応チケットでね入場料は18ユーロなんですが、ここのね博物館も一緒に、入れますよっていうチケットもあるらしい。なんだけどここはね一応ガウディの作品じゃないみたいなんだよね。1903年から1905年にガウディの弟子の人が作ったアール・ヌーボー様式の3階建ての建物になってるんだって。で今ではここが博物館として使われているというような感じになってます。だからあんま聞いたことない鳥の鳴き声とかがするの、猿みたいな鳴き声の鳥がいるんです。はい、ここがね今上から見てた広場なんですが、ここの広場のねちょうど目の前にはね無料っぽいトイレがあります。はい、綺麗なのかはよくわかんないけど結構長蛇の列で並んでるので余裕持ってきた方がいいかも。もう本当に我慢できない、漏れちゃうっていう感じで来ちゃうと多分漏らします。さっき上から見てたね、広場このような感じになってます。はい、こういうの多分ね割れたなんかガラスとか破片をかき集めて作った装飾だった気がする。でここです。ここの間はですねちょっとなんていうんだろうね、洞窟チックな柱みたいな、はい、木をイメージしてるみたいなの。これもでこのね柱が今ここからずらーっとね向こうまで続いてるっていうような感じです。はい、ちょっとねこの下下っていきたいと思います。ここもなんかアクロポリスみたいな、はい、柱がたくさんあるので、すごいこれね100本あるって言われてるんだって。あらすごい、もうね向こうまで柱がねつら並んでるんですが、ここなんと実際ね86本しかないんだって。どう思います？ 100 本の柱って言うから絶対100本あると思うじゃない。実はここ86本なんだって。何歳ですかって言われて大体100歳かなっていうのと一緒。86歳なのにすごい。結構ね向こうが陰ってるからね写真撮るなら絶対に向こう側からこのような感じで撮るのがいいのかなと思うんですが、天井にもねいろいろ装飾がしてあるみたいなの。はい、ここのね天井の、装飾はね、2018年から2020年にかけて修復されてしまったみたいなんだけど、ここねお皿とかティーカップとかリサイクルされたねデコレーションがされてあるみたいです。すごいよね、エコーっていう感じ。今ねツアーガイドの方が言ってた、これ黄色が秋を表してて赤が夏を表してるんだって。こういう感じでねここら辺周辺すごいねいろんな、はい、写真大好きさんがいるの。はい、皆さん覚えてください。ここ100本の部屋と言われてますが86本しかありません。サバ読むのはそれでは、次の、観光スポット行ってみようと思います。こんな感じでね、はい、たくさんのお菓子の家みたいなのがあります。多分向こうがね入り口で多分向こうから入ってくる人もいて、何なんだろう、博物館みたいなレストランみたいな感じになってるのかね。これ多分ねドラゴンとかトカゲとかって言われてるものなんですが、地下水を守る、動物として知られてるピュートーンっていうドラゴンをイメージして作られた置物みたいなのがあったんだけど見れないです。はい、全然見れない。一応なんかほら見えるんだ。ここから見せて。これがねギリシャ神話では地下水を守る動物ピュートーンって言われてるドラゴンなので、ドラゴンの口からね普通これ貯水タンクがいっぱいになるとお水が出るんだって、口から。今ちょっとポタポタ垂れてるんだけどなんかよだれみたいになってますが、装飾もねトランカリスっていうこっちのなんか壊れたタイルの破片で作ったトカゲちゃんみたいですよ。そう、これ見たかったの。はい、トカゲと、はい、ツーショットピースイエーイ。もうねすごい人本当に。でここの階段から本当はねトカゲが綺麗に見えるんだって。何トカゲってこのことだったのかも。これがドラゴンなのかもしれない。裏でなんか覆われてたやつはサブみたいな感じなんでしょうかね。モブキャラみたいな感じなのかな。なので一応これとも、はい、イエーイピース。はい、ここのね階段登って観光するっていう感じになるなと思うんです、正面から入ったら。なんだけどここのねタイルもすごいやっぱ綺麗です。めちゃめちゃほらこういう感じでなんかの破片を集めて作ったんだなっていうのが分かるような装飾になってます。
すごいめちゃめちゃ可愛い。でお菓子のイエーイっていうような感じです。本当になんか食べれちゃいそう。美味しい食べてないけど美味しい。何なんでしょうか、ここは何でしょうか。トイレでしょうか。なんか人がすごい並んでトイレです。どこの観光名所よりもトイレが一番並んでます。すごい。ここは何なんでしょうか。ここも実はお手洗いだったりするのかな。一応なんかほらイングリッシュでもウェブサイトでなんか見れますよみたいなありますね。何なんでしょうかね。でも本当にタイルがめちゃめちゃ可愛いです。はい、こんな感じ。はい、わかりました。ここがね、全然並んでないから入れるんですが、一応ね、お土産屋さんみたいになってるみたいなの。そう、こういう感じでまたほら、タイルがね、たくさん敷き詰められてて可愛いなーっていうような装飾があるんですが、はい、こんな感じでね、お土産屋さんになってました。はい、カタカナですよ皆さん。グエル公園、日本語訳のねグエル公園の解説なんかも、これ買ってからここら辺観光するっていうのも面白いかもね。なんだこれ、34.95ユーロでこのようなね可愛い小物も売ってますよ、ガウディの。これ可愛い、すごい可愛い。ほらトカゲ、水晶に包まれたトカゲがなんと 14.95 ユーロ。高え。でこれトカゲ、リアルトカゲだ。お土産とかにいいのかな。 34.95、 高い。ガウディってすごい。これだってこういうよくわかんないなんかほらガウディの作品のタイルですよみたいなやつが、これ1個でね 9.95 ユーロします。これ可愛いね。これ欲しい。マグネット 6.95 ユーロ。はい、なんかね2階も行けるみたいなんで2階行ってみます。2階何になってんだろうね。これもなんか売り物なんだ。なんか座り心地が微妙そうな椅子が195ユーロ。これだってこれが多分有名な椅子なんでしょうね。ちっちゃいので190。あらすごい。見てみて、ほら6900ユーロあって、この椅子。あらすごい。ここも全部あれだ、お土産屋さんだ。これあれだね、サグラダ・ファミリアの教科書ですね。英語訳の教科書が売ってたりとか、ガウディの本が売ってます。はい、これもサグラダさんガウディの、本が売ってます。はい、こんな感じでね、ここはねお土産屋さんになってました。で1階も2階もね結構階段が1人通れるか通れないかとかの幅の狭さだったんで、もしかしたら早い時間とかに来てさらっと買っちゃうっていう方がいいかもしれない。以上がね、ここがグエル公園という有名なね観光スポットでした。まだね今2時半でちょっと時間があるので、近くのねまた新しいガウディ建築かなんかの観光スポットにねバスに乗って向かっていきたいと思います。はい、今ね向こうがグエル公園だったんですが、グエル公園の近くの通りにはねこういう感じでレストランだとかお土産ショップだとかがねたくさん並んでいます。で向こうなんかにはねバルサのね T シャツが売ってたりとか、ああいう感じでねいろんな人がお土産買ってます。街並みはね結構思ったよりも観光名所の周りでも落ち着いてるかも。やっぱり人は多いんだけど、そんなガチャガチャしてるイメージはないですね。私の今こっち側にある端末でただピッてやればいいだけだった、このバーコードをね。はい、ここがね、アルシャンブラーみたいな名前の地区になりまして、バルセロナの新市街になります。はい、なんでねここら辺は結構高級店なんかがすごい多いですね。はい、なんかちょっとモダンチックな建物なんかもこういう感じであるんですが、バレンシアがあったりだとか、グッチあったりだとか、ボッテガとか、向こうにはねスターバックスがあったりもします。地下鉄なんかもこういう感じで大きくね印があるので分かりやすい。すごい歩いてて思うけど、交通の便はねすごい、インフラ整っててね観光しやすいなというような感じです。でバルセロナにもねこういう感じでレンタルサイクルがありますね。はい、これを呼び込んでなんか借りるみたいな感じになるんだと思います。今ねさっきバス停降りてねちょっと歩いたところでまたガウディ建築の建物、来ました。じゃーじゃん、これです。これがねカサミラっていう建物になります。すごいなんか独特な建物でね、いきなり出てきたからびっくりしたんですが、入場料は28ユーロだったんだけど、なんか今年からまた29ユーロにここもね、値上げしてるみたいです。でナイトショーなんかもあるみたいで、ナイトショーは、39ユーロから、買えるみたいですよ。ここはね1906年から1912年に建てられた大きな建物となってまして、カサミラっていうねお金持ちがいたんだって。でそのミラ氏が住んでた住宅っていうような感じです。でここもね、ガウディ建築として1984年に世界遺産に登録されています。ミラ様はねお金持ちだから
が新市街に住みたかったんだって。でそこでカサミラがガウディが別で建てたカサバトリョっていうね住宅を見て、ああ私も欲しい、ガウディさんお願いします、私にもああいう家デザインしてくださいって言ってできたのがこれでございます。ガウディ建築ね、いろいろ見てみたい方とかはね、音声ガイドなんかもあるので、29ユーロ払ってね観光してみてください。一応注意点としては、こっちのねスペインの観光地は音声ガイドがね入場料と一緒になってることが多いんです。だから音声ガイドもらえるんですが、イヤホンはね持参らしいです。だから自分の携帯につなぐ件らしいんだけど、携帯持ってない、イヤホン持ってないんだと音声ガイドの意味なくなっちゃうみたいなの。こうやって聞かないといけなくなっちゃったりするんだって。だからスペイン観光をねする方はねイヤホンも一緒に持ってくださいっていう注意点でした。はいはい、今ねカサミラっていうね建物を見てきたんですが、今度ね皆様がね見て、私も欲しいって思うきっかけになったカサバトリョっていうね、そこもガウディ建築なんで見に行きたいと思います。はい、周辺こっちもプラダがあったりだとか、はい、向こう側にはねフェンディがあったりだとかっていうような感じです。はい、ここにはね、はい、ルイ・ヴィトンがあります。そうそう、私ね皆さんに言ってなかったんだけど、ルイ・ヴィトンでね買うものあるからちょっと行ってきますとか言ってみたいです。で今ね私はね第2のねガウディのね作った有名な建物にまたやってきました。じゃじゃん。はい、ここのね水色の建物がねカサバトリョっていう建物になります。でここもね同じく2005年に世界遺産に登録されてます。はい、ここのねカサバトリョはですね20世紀初頭に2年かけて、海をイメージする個人の邸宅でデザインされたらしいのでね、ここの外装の小さなタイルがあるんですね。このタイルもね破片で、作られてるみたいで、すごいねカラフルに輝いています。で窓拭きしてるなんかおじさんの手なんかが見えるんで、定期的に手入れされてるだけあってすごい綺麗。カサバトリョのこの左側にあるこれがねアマトレ邸っていう建物らしいんですよ。で1900年にこれがリフォームされて、豪華でなんかすごい綺麗になったんだって。でその時にこの新しくねなったアマトリャ邸を見たバトリョ様が、羨ましく思って、私もああいうの欲しいって言って、ガウディがね2年間かけてカサバトリョのねこの外装内装をリフォームしたんだって。海、池、水というテーマでバトリョ夫妻のね邸宅をリフォームし、ブルーのタイルや曲線がとても多い建物となって、有名なね今では観光名所となっています。下にはショップがあって、上にはねこの、内装まで見れますよっていうようなね建物が並んでいます。でここも同じく、音声ガイドと、入場料セットで、購入できるんですが、去年まではね29ユーロだったんで、なんだけど今年から35ユーロになりました。はいはい、今ね私は、カサミラ見てカサバトリョっていう感じで見てきたんですが、結構ねバルセロナね全体的に今年から値上げが、さらにしまして、全部ね入場料払ってると計算したところ3万近くすることが分かりました。なので今回はねサグラダ・ファミリア、グエル公園、この2つを選ばせていただいたというような感じで、今私がね歩いてるここの通りはねグラシア通りっていうね新市街の有名な通りなんですが、今からねスペイン最大級の広場があるんだって。ちょっとねそこもね行ってみたいと思います。ほらグラシア通りの歩道はすごい人。はい、今歩いてたらねスペインの国旗見つけました。国旗にもねちゃんと、意味がありまして、赤が流した血を表していて、黄色は豊かさとかね金を象徴しているみたいです。私ね想像するスペインの国旗って紋章付きの国旗だったんですが、紋章付きと、紋章なしの2種類があるらしいんですね。すごいなんか大通り、ほらもうバスも2台止まってるし、すごいこれいつなんだね。バイクもバーずらーっと止まってたりとか、あらすごい。で今ね着きました。ここがねカタルーニャ広場っていうね有名なバルセロナでね一番大きな広場になります。なんか引いてます。周りにはねこういう大きなねホテルですか、ショッピングモールみたいな建物があったりだとかっていうような感じでね、いろんな建物がね並んでいます。こういう感じでほらバルセロナシティツアーって書いてあるツアーバスなんかもあります。広場といえば何ですか？そうです、鳩です。人よりも鳩の方が多い。ここね多分カタルーニャ鳩広場っていう名前にした方がいいと思います。ほらほらほら、ああやってあげるからよ。ああやってあげる人がいるんだね。なんなのあの人は。あの人の鳩なのこれ全部。ここのね
カタルーニャ広場の近くのちょっと有名なね旧市街行きのね通りがあるので、そっちの方をちょっと歩いてねいろんなね観光名所行きたいと思います。ちょっとちっちゃめのスクランブル交差点みたいな感じ。こういうちょっとした建物とかもね全部ヨーロッパっていうような感じがして、はい綺麗です。もう全部ガウディでいいんじゃないかなって思っちゃうぐらいね。そう、ここの通りをねまっすぐ行くと私の大好きなね市場があるんだって。はい、多分ねこの辺りから、旧市街に入るんだと思います。なんかさっきの通りに比べるとやっぱり旧市街っぽいかもしれない。ちょっとはい、こういう感じでねお土産屋さんなんかもあります。こういうなんかちょっとしたポストカードとかもね、はい、売ってます。はい、今ねランブラス通り歩いてたらカルフールスーパーマーケット出てきたので、ちょっとここでね物価紹介したいと思います。なんかこういうなんだろうな 100% ジュースみたいなものが 4.25 ユーロでね1リッター売ってます。はい、ここら辺はね全部サンドイッチなんですが、一番安いシンプルなものだと 1.34 ユーロっていうような感じで、大きめなものになると 3.29 ユーロとかで売ってますね。皆様大好きコーラなんですが、500ml あたり 1.49 ユーロで売ってます。倒れないようになんかこういう留め具みたいなのがついてました。はい、スペインはね生ハムが有名なんですが、 100g で 9.5 ユーロでね生ハム売ってます。サラミが 9.95 ユーロとかで売ってます。すごい、もうこういうので売ってんだ。16ユーロ切り落として生ハムにしてくださるんですね。フィッシュ寿司出てきました。カリフォルニアロールなんだけどね、こういうちょっとちっちゃめなやつが 7.95 ユーロとかで売ってます。サーモンだけの6貫入ってるやつが 8.95 ユーロ。ここら辺はあれだ、チーズがね売ってます。 185g で 3.58 ユーロというなんかちょっとなんだろうな白いチーズが売ってる。これマジなんだろう、これが 220g で 5.49 ユーロだよね。そうそう、スペインといえばパエリアですね。2.85 ユーロで売ってます。で多分上はねイカスミパエリアなんだと思うんだけど、これもね 2.85 ユーロで売ってます。ちょっとちっちゃめのねトマトがキログラムあたり 1.95 ユーロ、パプリカは 2.79 ユーロ。はい、みかんはねやっぱね日本とかよりもちょっと安いかも。キログラムあたり 2.15 ユーロで売ってます。そう、こっちのヨーロッパに来て思ったのが、こういうねプロテイン系のね食品がすごい多い。牛乳はね、1リッターで 1.37 ユーロで売ってます。 260g も入ってるドリトスが 3.45 ユーロで売ってます。5ユーロから6ユーロぐらいでシャンプーとかそういったものが買えそうです。歯磨き粉はこういう安いやつ、コルゲートのね多分一番低レベルタイプだと 1.5 ユーロとかでも売ってます。はい、ここはおそらく多分こっちのビールですね。一番安いやつだとね500で 0.3 ユーロとかでも売ってる。めちゃめちゃ安い。 1.37 ユーロで1リッター売ってますね。はい、ここら辺全部ワインになるんですが、ワイン結構安いかも。 2.5 ユーロぐらいから売ってます。で高いものだと、20ユーロ近くするっていうような感じですね。お水は 500ml が 0.59 ユーロからで、2リッターが 0.75 ユーロからっていうような感じでねお水がね売ってます。はい、女性用生理用品は 4.15 ユーロから8ユーロぐらいの幅で売ってます。はい、ここら辺結構、ベーカリーっていう感じで、菓子パンがね 0.55 ユーロから 2.99 ユーロの幅で売っています。はい、さっきねオリーブオイルの生産量がね世界1位って言ったんですが、こういう感じでねやっぱオリーブ売ってます。でめちゃめちゃでっかいこの缶何グラムなんだろう、 1450g で 3.85 ユーロとかで売ってますね。でもオリーブはねすごい売ってる。ここも全部オリーブでしょ、全部オリーブ。こっちも全部瓶詰めのオリーブっていうような感じで売ってます。やっぱりねオリーブの生産量もすごいのかもしれない。オリーブオイルもちょっと見てみます。オリーブオイルね、この1リッターのやつが 4.95 ユーロとかで売ってます。下のやつでも 5.59 ユーロというような感じで、他の国とそんなに大差ないかなっていうような感じなんだけど、こういう大きなボトルでも5ユーロとかでも売ってるんで、世界で一番の生産量っていうのは本当かもしれない。本当なんですけどね。お卵ちゃんは12個入りで 2.27 ユーロって感じでちょっと安くなってますね。美容のね卵だと10個入りで 4.49 ユーロとかしますね。はい、ここら辺全部ね鶏肉、牛肉、豚肉です。すごいちゃんとこういうパックに入ってんの。胸肉かな、これ3つ入ってて 5.83 ユーロで売ってます。でおそらくもも肉でしょうかね。 349g で 2.29 ユーロというような感じで売ってます。牛肉のこのどこの部位かがよくわかんないんだけど 515g で 8.57 ユーロで売ってます。はい、とまで物価紹介はねこのような感じでした。どうでしたでしょうか。物価、物によっては日本よりも安いかなみたいなものもあると思います。この近くに、市場があるんだって。そこまでちょっと歩いてみます。はい、今ねラブランス通りから小道に入ったんですが、小道に入るとねああいう感じでバルコニーにね草が生えてます。ちょっとボタニカルチックな、なんかこういう映画とかで見たなみたいなね、可愛らしい、マンションなんでしょうか、よくわかんない建物も出てきます。はい、
はいはい、今ねブケリア市場っていうね大きな市場にやってきました。さてなんかもうお肉のすっごいいい匂いする。やばい、サラミみたいなお肉のねいい匂いがします。本当にお腹すいたお腹すいたよ。大きなやつだとキログラムあたり 16.9 ユーロとかでも売ってます。こういうね1本あたりサラミが 19.9 ユーロとか、なんかお肉以外にもあるのかな。こっちで生ハムがすごい有名なイメージで、ほらもう全部生ハムっていうような感じなんですが、揚げ物パラダイスっていうようなものが売ってたりします。すごい、これで8ユーロするらしいです。5ユーロでなんかこういうなんだろう、ちょっとよくわかんない菓子パンとかが売ってます。ハトちゃんもいます。ここら辺全部なんかスムージーとかですね、なんかちょっとしたカップが 2.5 ユーロっていう感じで売ってます。この奥までもねいろんなお店が、続いてます。多分ねこういう、ちょっと半屋内のコンテナみたいになっていて、コンテナのね、下全部、こういった屋台みたいになってるっていうような感じ。ここら辺はなんかパイみたいなものが 3.5 ユーロとかで売ってます。ハトが喧嘩してます。喧嘩しないの。ここココナッツがこういう感じで売ってんの。 2.5 ユーロで売ってます。オリーブオイルが 7.5 ユーロで売ってます。あららららら、エビとかいっぱい売ってます。はい、イカがねすごいいろんな種類売ってます。美味しそう、全部美味しそう。全部食べたいよ皆さん地獄。ここねトルコでも食べたようなミディエドルマみたいなものが売ってますね。1個1ユーロ、6個5ユーロ、13個10ユーロ、めっちゃ高い。すごいめちゃめちゃ素敵。こういうねバルみたいなね、ちょっとワインバーみたいなところも出てきました。はい、ビール飲んでる方もいるし、ワイン飲んでる方もいるしっていうような感じで、ちょっとお高そうな雰囲気はあるけど、すごいこういうところもあるみたいですよ。皆さんほらおしゃれ。お腹すいた。はいはい、ちょっとね光通りすごいんだけどね、ブケリア市場はねあのような感じでした。すごいね活気があって、いろんなね国籍の方がね観光に来てました。すごい美味しそうなものがばかり並んでてね、すごい飯テロというような感じでした。今現在の時刻が5時半なんですね。これからね現地の人のおすすめの、ローカル店ところに行くので、カメラをねずっといつもみたいに回すっていうことはできないですが、お楽しみくださいませ。はいはい、今ね中心地の方から30分ぐらい歩いてね着きました。ここがね現地人のおすすめのローカル店みたいです。はい、お店の名前はねジェリダっていうところで、確かにね地元の方なのかなっていう方しかいないですね。一応店内席と外の席があるんだけど、はいはい、今ねお酒をね乾杯させてもらってて、これねスペインの伝統酒的なやつでベルモーチっていうらしい。でこれね結構ね若いワインらしいの。ワインなんだけどワインじゃないみたいな感じらしくて、結構フルーティーな感じで、度数は 12% ぐらいじゃないせいだけど、もうちょっとありそうな感じ。匂いはすごいフルーティー、危ないお酒って感じ。はい、こちらがねカラディアルーサーっていうなんかロシアンサラダみたいな感じらしいです。マヨネーズとポテトとあとパプリカとかかなが混ざってるサラダっていうような感じです。なんか血をね揚げたやつみたいです。It's something like bacon, but it's not bacon, it's correctness. これはね揚げた豚さんみたいです。でポテトっていうような感じです。ちょっとねこれいただいていこうと思います。ではまずこのサラダからいただきます。意外とあっさり、なんかベーコンみたいな感じだけど、一応これはね伝統的な食べ物らしい。いただきます。これはねお酒のつまみっていうような感じだけど、塩味は結構控えめなんで、そんなになんか体に悪いイメージはない。結構油はすごいけどね。これ熱々のね、オムレツですね。ビーンズとあと血を焼いたやつがある。いただきます。重すぎないです。美味しいはスパニッシュでデリショーソみたいです。今日はこんな感じでねゆっくり一緒に食べていくので、動画この辺で切ろうと思います。それではまた明日。こちらねなんかマンダリンがなんかが乗ってるやつと、あとこっちはねキューカンバーのトリュフ盛りみたいなカクテルをね今もらいました。翌日、はい皆さんおはようございます。おはようございますっていうかね、もうね今現在の時刻が15時です。朝結構雨が降ってたの。そんで今私はねパエリアを求めて歩いているところです。はい、雨降ったからちょっとね結構湿ってるんだけど、あれはスペインのパトカーですね。スペインのパトカーあんなんですよ。ほら、はい着きました。じゃじゃん、ここのねサラダタパスっていうのかな、ここちょっとね入ってみたいと思います。
はい、今ねなんかね4人用のテーブルにね招待されました。メニューこのような感じで、パエリアこれ普通のやつこれらしいのね。だからこれを頼んだんだけど、アルコール以外だとレモンジュースとオレンジジュースと水があるよって言われたからレモンジュースお願いしました。はい、今ねレモンジュース届いたんだけどめっちゃ可愛い。リモンが多分こっちのレモンなのかな。レモンサイダーいただきます。ちょっと酸っぱいめのスプライトにレモン絞ったやつみたいな感じです。はい、今ね届きました。ムール貝がね入ってて、イカが入ってて、なんか貝が入ってて、イカ、ムール貝、貝、イカ、エビっていうような感じです。フラメのパエリアっていうような感じです。ちょっとチカチカしてしまうんですが、はい、いただきます。めっちゃ美味しそう。これどうやって食べるのが正解？このままこう食べちゃっていいの？このままいただきます。じゃあ、はい、パエリアー。美味しいです。これイカスミパエリアなのかな。はい、美味しい。ピンマイクがないから声の入りが変わってくるかなと思うんですが、 GoPro のね、モジュラーが壊れてしまったのでそれを探しているのでちょっとねお待ちください。はい、ムール貝いただきます。はい、エビちゃん救出。はい、エビの殻取りました。エビの殻取りまして、エビちゃん救出でございます。いただきます。はい、今ね食べ終わりました。完食でございます。はい、めちゃめちゃ美味しかったです。この殻もね持って帰ったらもう味噌汁の出汁にしたいです。レモンジュースがね一番お腹いっぱいになりました。はいはい、今ね出てきました。ごちそうさまでした。でね今レシートもらったんだけど、1人前が 8.1 ユーロ、レモンソーダが 2.5 ユーロでプラス 10% のサービス料で合計が 10.6 ユーロっていうような感じでした。私聞いてた話だと1人前のメニューがあるスペイン料理屋さんってこのスペイン中心地には2店舗ぐらいしかないっていう風に聞いてたのね。だからここ結構ね1人前で食べたい方とかはいいかもしれないです。とりあえずねここの近くにね歩いて7分ぐらいかなのところにサグラダ・ファミリアがあるの。今からね歩いてそっち向かっていこうと思います。はい、今ね目の前にちょうどねサグラダ・ファミリア見えました。じゃじゃん、これがねサグラダ・パエリアでございます。はい、すごい綺麗。うわーすごい、めちゃめちゃでかい。とんでもないお城に今私は導かれてるみたいな価格です。やっぱねここの、サグラダ・ファミリアの周辺にはね、いろんなね、なんだろうな、こういうちょっといい感じのなんかカフェみたいなところもあったりだとか、お洋服屋さんとかレストランとかが並んでいます。はい、でかい。二日酔いも治りそうだ。あ、いいね。ここら辺のほらベンチに腰掛けて皆さんほら鳩と一緒にポッポポッポ。もうなんかここら辺がギリギリかもしれない。もうこれ以上前に行くとカメラ全体には収まらないっていうような感じですね。これもねガウディ建築の、まだねあんまり説明はしませんが、はい、ガウディ建築のサグラダ・パエリアです。早く入って皆さんに紹介したいですが、天気の悪い日に行くとね、なかなかねこの中から見た時のステンドガラスの輝きが変わるらしくてね、違うらしくて予約はしてるんだけどそれがねあさってなんです。待ち遠しいよ。早く入りたいという感じですね。こういう感じでケンタッキーがあったりだとか、このような感じで大きな広場があったりだとか、向こう側には、携帯ショップとかスーパーとか、レストランとかがあって、バーガーキングなんかもありますね。でメトロがあるんでね、この TMB のメトロで来る場合はもう降りてすぐのところでね、サグラダ・ファミリア、見れるかなと思います。はい、今ねサグラダ・ファミリアの周辺にいるんですが、このような感じで、はい、たくさんのね、観光客がいます。結構ね雨が降ってきた。ちょっと今日編集したくてねパソコンを持ってるっていうのもあるんで、ちょっとここら辺のねカフェかなんか探して後日またねここには来るのでどっかのカフェに入ろうと思います。はい、ちょっとねここのカフェでね編集しようと思います。今ね店内入りましたが、めちゃめちゃ店内いい感じ。結構ねバルセロナは観光地っていう感じだからあんまりゆっくりね編集できるようなカフェがあんまなかったのなんだけど、ここは Wi-Fi 結構ちゃんと高速だしゆっくり編集できそうです。カプチーノ1個が 2.8 ユーロでした。でインターネット速度もこういうのあんま見ないからわかんないけど多分早いと思います。ちょっと本当にすごい可愛いの。はい、いただきます。よし、じゃあちょっとねここでゆっくり編集して明日また動画回すと思います。はい、それではまた明日。翌日、はい、皆さんおはようございます。今現在の時刻がね9時半です。でこれからちょっとねまた編集しにねカフェに行くところです。で今私はね中心地から結構離れたところにいるんですが、こういう感じで今日土曜日なんだけど空いてないところのねシャッターロードみたいなのがすごい多いです。建物自体もすごいねマンションみたいなのが多くて、こういう感じでいろんな工事中とかもあるんだけど同じようなね建物がずらっと並んでるんですよ。ここから見ると分かるけど同じようなマンションがずらっと並んでるの。向こうの方もなんだけど
で歩いてて気づいたのはね、スペインは本当に犬の散歩をしてる人がめっちゃ多いです。で猫あんまり見ないかな。でこういうところでね、紙とか大きめのゴミ箱なんかもすごいね市内には多いので、ポイ捨てとかも全然特に目立たないですね。はい、とりあえずね、昨日と同じカフェに行って編集します。はいはい、今ね、カフェで編集してきたんですけど、ちょうど、2時半なのね。はい、目の前もこんな感じでね、もう地面結構ツルツルみたいな感じになってます。今もちょっと小雨なんだけどね、まあちょっとカフェインを摂取してね、目も覚めたというような感じなんで、これから私はね、凱旋門みたいな門があるんだって。だからそこまでね、ちょっとメトロを使っていきたいなと思います。はい、本日も雨の桜田ファミリーはというような感じです。はい、いつ見てもめちゃめちゃ大きい。明日は晴れるらしいので、明日行こうと思います。とりあえずね、このメトロマークあるんでね、これに従ってね、地下鉄でその凱旋門かなんか門に行きたいと思います。はい、スリ私は怖いですが、すられるのが怖いですが、くぐってる、大丈夫？あの人くぐっていけるもんなの？ここってそんなにあれなんですよ。おーっといけるでしょうか。はいはい、今ね、私地下鉄でさ行こうと思ったんだけど、なぜか T カジュアルのカードが使えないのよ。で現地の人とかもさすごい助けてくれたんだけど、なぜかね私のやつが読み取れないの。だからもしかしたら時期不良かなんかかもねってなって、じゃあどうすればいい？したら新しいの買うしかないよって言われたから、新しいの買うのまたと思って、2000円ぐらいなんだけど、ならもう歩くかと思って、とりあえず今ちょっと雨もねそこまでひどくないので、とりあえずね、30分ぐらいかな歩いていきたいと思います。結構ペラペラだから濡れちゃったりとか、中に近づけるともしかしたら時期不良を起こしちゃうのかもしれない。これだから2回しか乗ってないけど使えなくなっちゃった。なんで今からね、歩いてねその門に向かっていこうと思います。はい。おっと、なんでしょうか。今凱旋門付近まで来たんだけどね、なんかめっちゃ騒いでる。サッカーが勝ったのね。めでたいですね。はいはい、今ねちょうどね、私が目指してたバルセロナ凱旋門の前に着きました。これはね1888年に開催された万博博覧会を記念してメインエントランスとしてね建てられた凱旋門になってます。他の凱旋門ってね商戦を記念して建てられる凱旋門なんかが多いみたいなんだけど、他の凱旋門はその万博をね記念して建てられた凱旋門っていう意味で、ちょっと意味合いがね他の凱旋門と違うみたい。はいはい、今ねここの凱旋門について調べてみたらね、赤レンガを基調とした、建築様式らしいです。見れば分かるんだけど、本当にね赤レンガが積み上がってできましたよっていうような感じの作りになってます。でよくわかんない、あそこにはなんだろう、プーさんに出てくるピグレットみたいなのが張り付いてたりだとか、そんな感じのがねあります。でここのね凱旋門を通るとちょっとしたね広場に、たどり着くみたいなんで、はい、ここ皆さんと一緒に通ってきます。はいはい、通りましたよ皆さん。これがほらやっぱりこう見ると分かりますよ。赤レンガを基調とした、ネオデルハル様式の、バルセロナ凱旋門、このような感じでね、周りにはねちょっと南国チックないろんな木々が生えていて、ああいう感じでワンちゃんもいます。暖かい気候で、育つような木々が周辺には生えているというような感じです。おそらくここからねみんな写真を撮ってるので、おーっとこのような感じでした。あ、なんかこれすごいシャボン玉ばっかりです。すごい、なんかこいつら潰すから私にシャボン玉の液がかかるの。現地の方なのかな、ああいう感じでねシャボン玉を操っていますよ。ほら、おーすごいすごい。何なんだろう、このシャボン玉と一緒に写真を撮ってくださいっていうようなスポットなんですかね。意外とねいい年こいた大人がねここら辺ではしゃいでいるというような感じです。シャボン玉と凱旋門いかがでしたでしょうか。はい、このような感じで、現地の方がねはしゃぐ姿、皆さんにお届け。あ、ほらほら、いい年こいた お姉さん、ほら。はい、以上がねバルセロナのガキでした。それでは、ここをまっすぐ行くとちょっとだけ有名な広場があるらしいので、そこまで向かっていきます。今私さ普通にここら辺歩いてるんですが、あれってインコじゃないの？インコって何、野生のインコとかいるのバルセロナ？はたは分からんよ。インコって普通？おじさんのインコなの？すごい不思議。私の今のねこのカメラの背中側が、さっきの凱旋門になるんですが、はい、ここがねシウタデリア公園になります。バルセロナ、鳩が多い。さっきさ
鳩かと思ったらインコいたじゃない。ここにもいるのインコ。これって野生のインコなの？これって誰かのインコなの？ほら女の人もああやって。誰のインコこれ？分かった。今回のバルセロナ、私の学び1個、バルセロナインコビジネスやってます。木の上にいるのがね全部インコなの。私もバルセロナで生きていくならインコビジネスがいいかもしれない。なんでみんなこんな普通にしてんの？これ普通なの？バルセロナでインコって今さ肝心なところをカメラに収めてなかったんですが、多分ねこのおじさんが主催者なんですよ、インコビジネスの。だからおじさんと目が合ってね、私がニコって微笑んだらねYou want to fly? って言われました。私は別に飛びたくないの。インコさんが飛べばいいのよ。飛べるのであれば飛びたいけど Yes, I want to fly って言ったところで私を飛ばしてくれるんでしょうか、おじさんには。そういうパワーがあるってこと？なんであんな平然と女の人はインコをフラフラさせてるんでしょうか。はい、以上インコビジネスの光景でした。今普通に遊歩道みたいなね公園の道通ってたら大きな門がありました。なんだろう。はい、お邪魔します。なんかこういう感じでね、ちょっとドーム型になってる室内みたいなところに来ました。無料の植物園みたいな感じになってます。なんかすごい空気きれい。はい、それでは皆さん心の浄化タイムでございます。はい、このような感じでね、騒音みたいなのもないし、入り口は1個なんだね。なんか本当にここU 字型にくるっと円の字でね回ってってさっきのね門まで戻るというような感じです。本当に綺麗な空気を吸うためのエリアっていうような感じです。もうみんなやっぱねここら辺はベンチが多くて、バルセロナの方たちはゆっくりねベンチに腰掛けて休んでるっていうような感じです。とりあえず私はちょっとお腹が空いてきたので、ここからねもうちょっと歩いたところに海辺がねあるらしいので、そっちの方に行ってみて、で帰りになんかタパスかなんか行ってね、食べ物食べたいと思います。はい、今ね私バルセロナビーチっていう有名なビーチに向かってるんですが、そこまでの道ねこんな感じでバルコニーが結構飛び出しててね、統一された建物が並んでてすごいね可愛いです。密集しててみんなほらバルコニーをお持ちで、なんかちょっとローカル感があって結構好きな通り。なんかそこの多分なんなんだろう、バーみたいなところにはすごい人がいますね。ほらほら、ああいうねワンちゃんがたくさんいるのよこっち。ここら辺多分なんかバーかなんかになってますね。ほら地元の方なのかな、ビアバーみたいな感じになってます。待って、ペリカンがいる。あそこにペリカンいるんだけど大丈夫そう？スペインってなんかこんな感じなの？ゴミをカラスが漁ってるとかじゃなくてペリカンが漁ってるって、これ普通なの？もう結構やばいのがいる後ろに。ほらスペイン意外と後ろにああいう人もいるみたい。なんかすごい危ない人がいます。途中からすごい騒いでるの。はい、これも汚いと捉えるか綺麗と捉えるかはね感性によって変わってくるかなとは思うんですが、はい、今から向こうに行くとおそらく海が見えると思います。おーすごい、見て見てほらビーチです。めちゃめちゃ綺麗。綺麗っていうかはいはい、今私はね海にやってきました。バルセロナのビーチでございます。in 冬、もう3月になりますね。はい、めちゃめちゃいい。はい、皆さんお待ちかねの心の浄化タイムです。もうぜひね皆さんねバルセロナ来たらビーチも合わせて来てみてください。結構ね日も沈ん、日がどこにあるのか分かんないんだけど、もう11時ぐらいになるんでそろそろねお腹も空いてきたので、ちょっとタパスかどっかねお店探して入りたいと思います。以上バルセロナのなんたらビーチでした。はい、今ね歩いて10分ぐらいかな、さっきのところから15分ぐらい歩いてタパスね食べれるところに来たの。パイキシノみたいなところです。なんかすごい人入れるかな。すごい今ね入れてもらいました。ここら辺こんな感じでねすごい混んでます。はい、す
今とりあえずね、お兄さんのおすすめでホワイトワインをね頼みました。こんな感じでね、なんか赤番号のこのブロックと一緒にね、こうやってお酒をくれます。でこれプラスホワイトワインとなんかコロッケが美味しいみたいで、とりあえず3ピース頼みましたね。で今のところいくらかは分かんないけど、本日1杯目いただきます。Thank you so much。めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。いただきます。なんか若干そうだ、炭酸効いてるかも。フルーティー。クリームコロッケだ。多分土曜日だから結構混んでるんだと思う。ほら、ここ全部空の。みんなボトルで開けてる結構。これ本当に美味しい。はい、ごちそうさまでした。はい、美味しかったです。ちょっとチカチカしちゃうんですが、当然お腹いっぱいになってないので、2軒目行きたいと思います。ごちそうさまでした。はい、ここねめちゃめちゃおすすめです。めっちゃ美味しかったです。で合計なんだけどね、私ワイン1個で5ユーロって聞いたんだけど、全然2.35 ユーロでした。でコロッケ3つで 2.55 ユーロで合計が 4.9 ユーロ。スペインにしては安い。はい、びっくりしちゃいました。で最後の最後にやらかしたのが、クレジットカードで支払うのでさ、ペイってやるじゃん。そしたらさ、どっちから選んでみたいな感じで言われて、大体うち右押すの、確認しないで。で右押したので、押した後にそういうことと思ったのが、ジャパニーズイエンかユーロかだったの。そういう時絶対ユーロ選んでください。現地通貨選ばないと向こうが決めたレートで決まっちゃうんだけど、822円っていう通知がすぐ来たのよ、私の携帯に。だから隣にいるんだけど、はいでいるんだけど、私のさ、ほら現地通貨じゃなくて、なんかほらああいうおかしい人もいるからね、気をつけてくださいね。そうジャパニーズイエンにしたら822円ってきて、現地通貨だと多分 4.9 ユーロってさっき調べたら790円とか760円とかそんぐらいあったのよ。ちょっと高めについちゃったので、そういう時はね現地通貨選ぶようにしてください。そこだけちょっと間違えちゃった。なんか私さっきさピンチョスあると思ってさっきのお店に行ったんだけど、ピンチョスなかったの。なんで今からねピンチョス食べるためにね2軒目行きたいと思います。はい、今ねちょっと歩いてたらねたどり着いたんですが、サンタマリア・ダルマル教会っていうね結構有名な教会が出てきました。これ多分教会の後ろ側なのかな。お、すごい。なんかここら辺多分飲食店とか人気な通りなのかな。多分ここですね。はい、ここちょっとね結構ね見た感じ入れるかわかんないぐらい混んでるんですが、入れればねここ入っていきたいと思います。はい、店内このような感じでね、この今お皿もらって1個のピースがね 2.5 ユーロからなんだって。だから、その串を残してここで適当にね取ってくださいっていう風に言ってました。こうやって適当にね美味しそうなものをね取っていきたいと思います。今さ面白かったのがさ、ここで働いてるんだよねって言われて、私スタッフだと思われました。Oh, do a work here, right? 違います。スタッフではありません。いただきます。飲みやすい。美味しいです。はい、それではこちら生ハム乗ってるやついただきます。シンプル。じゃあよくわかんない。これ食べれるのかな、この草。何？これ何これ？ピクミンみたいなのいただきます。これ何ですか？オリーブ？なんか美味しい。サーモン。めっちゃうまいです。足りない。2回目いこうか。はい、それではね、はい、こちらこのさちょっとレンゲみたいなやついただきます。いただきます。なんかステーキみたいなのが乗ってるやつ。いただきます。本当に甘いソースがかかってて、それがねすごい美味しい。これ一番美味しい。優勝。それではラスト一口いただきます。ごちそうさまでした。とりあえずねお会計して帰ります。ごちそうさまでした。はいはい、今ね食べてきました。ピンチョスね、1個あたりが 2.5 ユーロで4つ食べて10ユーロプラス白ワインがね5ユーロでした。で合計で15ユーロっていうような感じになります。結構有名そうで回転率も高そうな感じだったので、ぜひねピンチョス食べたいよっていう方はねここのお店来てみてください。なんかちょっとおしゃれな通りに来ました今。これ見たことある。なんだっけこのキャラクター。あんま興味ないけど、こういうところもあるみたいです。はい。
はい、なんか歩いてたらこういうね可愛いギャラリーも出てきました。すごい可愛い。人も出入りしてて、はい、ゲームセンターみたいな感じになってます。地下鉄に乗ってね、マルクの家に帰ろうと思います。明日ねサグラダ・ファミリアをね見る予定があるので、またね明日の朝にねカメラ回したいと思います。はい、1回券はね 2.65 ユーロでした。いらっしゃい。おお、行きました。明日カメラ回したいと思います。それではまた明日。次回は晴れ。念願のサグラダ・ファミリアにフラメンコを見て、あの国民的な飲み物にスペイン発祥の揚げ菓子、人気スポットから現地人おすすめのローカル絶景スポットまで行ってきたよ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回お楽しみに。